アベムジカ声優高岡のんさんを語りたい。アニメバンドリアベムジカの放送を記念してオブリビオニス戸川咲子の声優高岡のんさんの解説動画をお届けします。お話しするテーマはこちら。高岡のんさんの概要と基本情報。ピアノの栄冠、声優の栄冠、プロフィット声優養成所の前世。最後に咲ちゃんと高岡のんさんの共通点、そして相違点をお話しします。ざっくりとにはなりますが、高岡のんさんの魅力をお伝えできたらと思います。敬愛の念を込め、愛称で読み上げさせていただきます。のんのんは東京都出身の人気女性声優。バンドリガルパでは史上最速でプロデビューし、史上最速で武道館公演を成し遂げた怪物バンドアベムジカの総指揮オブリビオニスこと咲ちゃんのキャストを務めています。身長は152センチ、血液型は O 型、9月10日生まれの乙女座、早生まれのユズムンとは同い年。アベムジカメンバーではユズムンと並び最年少ののんのんですが、声優キャリアは最年長、12歳で声優デビューします。14歳で声優業の傍ら、実景高尾壮之助さんと超絶技巧派ユニットを組み、カナディレクションののんとしてボーカルを担当。ちなみに壮之助さんは4歳からピアノを始め、8歳から音楽分析を学び、あまたのピアノコンクールで1位を受賞する神童で、慶応ボーイ。バンドリ楽曲のピアノ演奏にも数多く携わっており、のんのん自慢のお兄ちゃんです。話をのんのんに戻します。のんのんは2018年3月に中学を卒業。式は第2ボタンの争奪戦。2021年3月に高校を卒業。式はラジオぐるみで延長戦。2021年4月に青学へ入学。多忙の傍ら、卒論もきっちり提出。壮之助さん自慢の妹です。公式プロフ上の趣味は歌と読書、特技はピアノ。後に詳しくお話ししますが、のんのんは11歳で世界的権威のあるイタリアのピアノコンクールで最高位を受賞したミラノの女の子。その後12歳で応募者3000人の声優オーディションでグランプリを受賞し、声優デビューします。引く手あまたの人気声優であり、3歳から受賞あまたのピアニストですが、本当に無料でいいんですかとかしこまらざるを得ないリサイタルをファンサ配信。のんのんは JC の頃からファンサを大切にしていて、例えばファンの質問コーナーではどんな質問にもどんな質問にもどんな質問でもまっすぐ回答。ファンサすぎるコスプレはクオリティが鬼。そんなまっすぐでファン思いなのんのんのアベムジカメンバーからの2つ名は、心の綺麗な人とはこういうことか。これがのんのんです。のんのんとピアノについてお話しします。前のチャプターでも触れましたが、のんのんは11歳、小学5年生の時に世界的権威のあるジュニアピアノコンクールにて最高位アソルトの栄冠に輝きます。アソルトはイタリア語で唯一無二の意味を持ち、絶対的に素晴らしい演奏者に贈られる最大の賛辞です。のんのんが演奏した曲はヘンデルのシャコンヌ三拍子の変奏曲。変奏曲とは、ウィキペディアの解説はこちら。文章だとピンときませんが、イメージで近いのはジャズの即興演奏。そして咲ちゃんが作曲した春日陰が三拍子の変奏曲です。ちなみにピアノ絡みでのんのんと咲ちゃんとの共通点は3つあり、1つはピアノに親しんでいること、1つは三拍子の変奏曲が半生の中で存在の大きな曲となったこと、そしてお辞儀の姿が同じということです。なおのんのんは鍵盤と向き合うことが幸せと感じるようになったのは意外にも最近のことで、海外コンクールを目指していた時はとてもしんどかったと回顧しています。のんのんの声優デビューについてお話しします。のんのんは12歳、小学6年生の時に声優オーディション国民的声優グランプリにエントリー。見事グランプリの栄光に輝きます。この時のグランプリはもう一人おり、ロゼリア、今井梨沙の声優キャスト、中島由紀さん、当時17歳。2人はそのまま声優ユニット、アーススタードリームに編成。オーディション同年度2014年、声優デビューします。ちなみにのんのんは、アーススタードリームでもアベムジカと同じく最年少。その後、順調に活動を続けますが、2018年3月、のんのん16歳の頃に、経営母体のアーススターエンターテイメントが声優事業から撤退。計画的な撤退と考えられていて、事前の2017年12月末に、アーススタードリームが活動休止。休止後にのんのんが編成された新ユニットヒカノンも2018年3月13日のラストライブをもって活動休止。同月の末に会社は声優事業から撤退。のんのんほか所属タレントは退所を余儀なくされます。突如として居場所も運命共同体も失ったのんのんでしたが、小学6年生から3年間お世話になり、たくさんのことを学ばせていただきました。
声優として学び、経験でき、素敵なファンの皆様にお会いすることができたのも、ハーススターエンターテイメントに所属することができたからです。私にとって宝物のような3年間を与えてくださったハーススターエンターテイメント、お世話になったスタッフの皆様に心から感謝しています。と、心の綺麗な人とはこういうこと、なコメントを残し、本気で声優として頑張っていきたい。養成所に通って、またゼロから勉強したい。また必ず、たくさんの皆さんに声を届けられるように頑張る。待っていてくれたら嬉しい。成長した高岡のんを楽しみにしていて、と、あたかも我が身一つで運命を切り開くさきちゃんのような気丈さでファンとの約束を交わし、退所のすぐ翌月、プロフィット声優養成所に入所、復活、復権のため力を蓄えます。それからわずか6ヶ月後、リンクプランに所属。以降、ウィキペディア上でスクロールがしんどくなるほど、数々の作品に出演、人気声優兼、リンクプランのアイコンとして、復活、復権を果たします。のんのんの解説からは少しだけ脱線しますが、のんのんの公式プロフでわざわざ卒書が明記されている、プロフィット声優養成所について簡単に解説します。ウィキペディアによると、プロフィット声優養成所は、谷村氏が2004年4月に設立した、有限会社プロフィットの付属養成所。谷村氏は後にのんのんが所属する声優事務所、リンクプランの社長も務めています。プロフィット声優養成所にはのんのんほか、ゆずむん、めぐちー、シャワコ、おゆちゃんなどのバンドリ声優が入所。母体のプロフィットには、まどかちゃん、ねずこちゃん、爆豪くんなどの人気声優が所属していました。しかし2022年3月、プロフィットは廃業、養成所は閉鎖され、声優たちは退所を余儀なくされます。プロフィット社長、谷村氏は廃業の理由を、今後数年間、責任あるマネジメントができなくなることが確実となり、数年とはいえ、未来ある声優の時間を奪うことはできない、と説明。所属声優については移籍、独立を支援することと、移籍が難しい新人声優と、養成所に通う声優の卵については、爆豪くんと、これまで声優おかげひなたとなり支えてきた、現場マネージャーの数名とで2つの声優事務所を設立し、受け入れ先を用意することを発表。この2社と、谷村氏が社長を務めるまた別の音響会社は、業務提携、友好関係を約束し合います。プロフィット声優養成所は、リンクプランの付属養成所として転生、現在に至ります。最後に、のんのんとさきちゃんの共通点、そして相違点をお話しします。これまでの話でお気づきの方もいるかと思いますが、どういうわけかのんのんは、声優事業の廃業を10代のうちに2度も目の当たりにしており、そのうち1度目は思いっきり当事者でした。のんのんの半生をまとめると、のんのんは幼い頃、ピアノコンクールで数々の栄光を獲得。けれど、幸せよりも苦しさの方が勝っていました。中学時代には、声優としてファンにキラキラドキドキを届けます。けれど、突如として居場所と運命共同体を喪失。お兄ちゃんはよるべでした。そして今ののんのん、我が身で運命を切り開き人気声優として復活。鍵盤と向き合うことがこんなにも幸せだと思える。バンドメンバーにも巡り会えました。のんのんとさきちゃんの共通点ですが、お気づきの通り、のんのんとさきちゃんとは、その半生において共通点がたくさん。相違点は、さきちゃんにはまだ、苦難を塗り替えるほどの幸せが訪れていないこと。けれど、きっと大丈夫です。さきちゃんにも、のんのんという、青い鳥がいるのですから。